ハーベスチーハンナだよ。今回は韓国 Vlog です。今成田空港に向かってるんだけど、朝の成田エクスプレス全然人がいなくてすごい楽しい。今回もあんちゃんと行きます。彼女は私の韓国 Vlog に大体出てて毎年韓国に行くんだけど、今回も3日前ぐらいにチケットを取って行くことを決断しました。でも初めてこの秋ぐらいに行くから天気がすごい楽しみだったんだよね。私が頼んだのはレモナードです。で、あんちゃんが頼んだのはみかんジュース 100% 搾り、なんかすごい汚いレシートがついてるんですけど、成田空港の第3ターミナルってすごい虐げられてて全然カフェがないのね。でこのカフェしかないの多分。だからここでレモナ飲んでますいつも成田空港からインチョン空港に行ってるんだけど、飛行機代のありえない高さ見合わないから、チョンジュっていうところからソウルに行って自分たちのホテルに行くっていう計画を立てたので、ちょっとめんどくさいんです。まず成田って時点でめんどくさいんだけど、旅行に行く3日前ぐらいにチケットを取り始めた時点で私たちのせいなんだけど、責任もと生き方を調べます。でまず行って ATX に乗るか、美味しいです。パッケージ見ましょう。はい。これ想像すんじゃん。そうだよ。はい。これ想像したら。なんかじゃがりこっぽい見た目想像する。ポッキーと同じくらいだよ。はい、美味しそうな匂いする。もうお腹空いてるから。はい。いっちゃって。集まってるよ。すごい美味しそう。チャース。いただきます。韓国で売ってるコンビニのキンパが本当にどれも美味しくて、毎回韓国に来たら食べる。日本でキンパ売ってるの見たことあったんだけど、もう4個ぐらい本当ちっちゃいやつでもう400円とかしてたんだけど、これはこの1本で300円ぐらいだから絶対買った方がいいの。だから食べてた。この鉄道がもうありえない悲鳴みたいな音をずっと上げてたんだけど、これって普通なのなんか日本で見たことなさすぎてびっくりしちゃったんだけど。すごいよくない？見て一応景色ある。本当です。今までの中でも結構安い割にはいい。シンチョンっていうホンデの隣の駅だからすごいアクセスいいところでめちゃくちゃ安いから、待って見て私たちの旅行の中で一番大切なのがネットフリックスが見れることなんだけど、ネットフリックスも Amazon プライムも見れるからすごいいい。私たちは旅行に行くときほぼ 100% の確率でレンリアを見るんだけど、今回は Amazon プライムのラブトランジットに決定いたしました。これは5組の元カップルが同じ部屋に住んでなんか復縁するのか新しい恋をするのかみたいなやつなんだけど、もうめちゃくちゃ面白くて今回の旅行ではずっとこれ見てたからおすすめ混んで着きました。
ここに行くよ。ホンデから7分ぐらい歩いたところにあるカンジャンケジャンのお店にやってまいりました。カンジャンケジャンは生の渡りガニを醤油ベースのタレにつけた韓国料理で、ご飯に混ぜて食べたりすると美味しいんだって。はい、見てください、来ました。この輝き、とびっこのご飯みたいなやつもついてきて、韓国料理を食べると大体副菜的なやつが大量に届くから絶対お腹いっぱいになるのね。それがすごい好き。あ、ギュッてやって、これ混ぜるでしょ。めっちゃ美味しいです。同じことしてる。いただきます。これ熱くないと思ったらめっちゃ熱いんです。美味しい。ミルクの韓国行って食べる機会がない。セットでついてきたチゲもめちゃくちゃ美味しくて、もはやもうそのチゲとご飯だけで一食成立するんじゃないかっていうボリュームだったの。韓国行ったらだいたい焼肉とかトッポギとかカロリーが高めなものばっかり頼んでたから、こういう海鮮系のものを頼んだ私たちがすごい成長したなって思った。でも次の日から普通に焼肉とトッポギとラーメンとかいろいろ食べてます。取り木がありました。韓国で取り木人気なんですか？いつもさ、私たち行くとき真夏か真冬みたいな狂った時期ばかり行ってたじゃん。初めて秋に韓国来たらすごくいい。みんな秋に来た方がいい。毎回お互いの服が似すぎて本当に困るの。今日もパーカーにジーンズで、このバッグお互いポーターのやつなのね。怖いよね。こういうことあるよね、結構。今からトッポギを食べに行きます。今の時刻を教えていただけますでしょうか11時半です、夜。カンジャンケジャン食べて本当にお腹いっぱいになったけど、歩いたら全てなくなったから、私たちが買ったもの1、ロジトップティー、このサイズを私たちが食べれるかは不明ですが頑張ります。エリアコーヒーは24時間だったからいちごミルク400円ぐらい。明日も雨で。開けます。はい。すごい匂いする。美味しそう。韓国でテイクアウトしたくていろいろアプリとかやってみたんだけど全然できなくて、あれって観光客の人できないのかな？できる人いますか？教えてほしい。次韓国行った時にやりたい。誰か全然想像できない。初めてなんだ。すごい振られたよね今。おはようございます。天気は晴天、晴れでございます。雨が降ってたから心配してたんだけど大丈夫だった。今日は古着屋さん、お洋服をたくさん見ようかなと思っていろいろすごい移動する日です。おはようございます。メガコーヒーに来たよ。こういうアイドルとコラボしてる。日本人だよ。なんかじゃがいものボロボロ出てくる感じ？なんかそれもなんか芋思うみたいな感じじゃなくて、めっちゃもちもちしてる。もちもちだと思う。メガコーヒーのカムジャパンっていうじゃがいものパンがずっと食べたくてやっと食べたんですけども本当に美味しかった。じゃがいもパンとか言うからさ、パンっぽい感じかと思ったら全くパン味はない。パン感ゼロでじゃがいもを潰してそのまま入れたみたいな味がする。でもちゃんと美味しいし、普通のじゃがいもでは再現できなさそうだから結構どういうことって感じだけど美味しい。全部このぐらいでかさ、300円ぐらいだよね。300円。
めて作ってるのかな。ブランディーメーベルの韓国のお店があったから行ってみたんだけど、なんか秋なのに夏服ってかもう下着みたいなキャミソールみたいなのしかなくてって感じだったから買いませんでした。でも結構店内広くて見やすかった。このブランディー全然人いないからおすすめだけど、ちょっと夏服しかなかったので帰ります。ありがとう。私たちはソンスでドバイチョコレートを手に入れました。こういう味なんだ。美味しい。本当はもうコーヒーだね、コーヒー飲んだ方がいい。拷問じゃない。全部高いです。ソンスの道を歩いてたらミッフィーの専門店を見つけたんだけど、これ限定らしいのね。すごい可愛くて買えばよかったって今後悔してる動画見ながらこれとかめっちゃ可愛い。可愛い。何が入るんだろうって。いろいろショッピング終わって歩き疲れてカフェに入ったんだけど、ここのカフェがもう店内がすごいキラキラしてて、フランフランの家具みたいな感じだったの。もうライティングがピンクとか緑とかすごいこういう感じで、ほん見てパンの色とかもね、キラキラグリッターが光ってるみたいになってるの。可愛くない？ちょっと切りづらいんだやばいこれ。いただきます。これ甘いね、ちょっと。ベーグル切ります。ちょっと待って。いただきます。このカフェの横にもう本当に大きい看板があって、なんか視線を感じながらご飯食べてました歯磨き粉なんだ。ただダイソーはさ、手袋、キッチンの手袋が有名みたいな。それ私買ったじゃん結構買ってたじゃん。それでママもったいなくて使えてない。どういうこと？じゃあもう一個買ってあげたら？なんでダイソーの歯磨き粉いいんですか？ダイソーとか字が、文字が可愛いから仕事で持ってくるから、その時に可愛いから。じゃあここに行きます。ここの古着屋さんは初めて行ったんだけど、もう入った瞬間に日本っぽさが溢れててレトロな感じがあった。小花柄のスカートとか柄物のものが結構多かったかも。なんか三茶とか下北にありそうな古着屋の感じがした。ここまっすぐ。ここは本殿の外れだけど、なんか人がいないの。雰囲気良くない？見て、このカフェとかかわいい。入っちゃう？見て、懐かしいお店見つけた。ここ日本ですかってことなんだけど、見て、食べてたこれとか。入れないけどね。入れないけど。あれ、夕日見えたのに、そこの夕日。今回の旅行で韓国寒いと思ってたけど、今日はこれ1枚で過ごせるぐらいすごく暖かくて過ごしやすかったです。こういうキンパの店が暖かくなる。ここは24時間営業の無人の古着屋さんなの。なんか私の感覚的に私が好きな古着屋さんが結構日本から服を取り寄せてることが多くて、今の流行ってそんな感じなのかなとか思った。ここは人がいないからすごい見やすいし、夜中でも行けるからすごい良かった。メンズものの服とか子供服とか、あと小物も結構あったりして、なんかいろいろちょうどよく揃ってたからすごい見やすくて良かった。
無審査の本殿に来たんですけど、私がいるのこれ無審査世界的なやつがあるから、たまたま日にちかぶったから行きます。私が前回モデルをした韓国のブランドのミセキソウルが無審査でポップアップやってる時期とたまたまかぶってお菓子もいただいちゃったの。こういうさ、韓国に私のポスターがあるって本当に非現実的すぎてびっくりしました。私いつも無審査の本で言ってるのね、だから余計びっくり。前菜に初めてスープとサラダが来ました。このサラダなんだろう。スプーンないの？何もないの？後でくんじゃない。下ここで焼くらしい。ない。これ？天才かも。韓国でご飯食べるときにお箸が机の上になかったら大体横にあるから、これは絶対チェックしてください。お願いします。もうどうしても韓牛が食べたくて、さっきの店先のディレクターの方におすすめを聞いたところ、ここのお店が出てきまして行ったんですけども、最高に美味しかった。韓国の友達はみんな日本の焼肉が美味しいって言うけど、私はもう韓牛が本当に大好きなの。だから毎回食べる。乾杯する。乾杯しよう。いただきます。葉っぱ、美味しい。焼肉の食べ方ってたくさんあるけど、私は結構素材の味が好きで、わさびと塩をちょっとつけて食べるのが大好きなの。もうこれ見てるだけで本当に食べたくなってきた。どうしよう。あと絶対にご飯食べる。もう焼肉とご飯とコーラとか、サイダー系のやつ、これの3つがあれば本当に大好き。めっちゃ美味しい。これ何味？今ごちそうさまって感じで最後の肉を楽しく食べてたら、追いマッシュルームが来たんですけど、油とかないよね。待って、このままいく感じ？違う。待って。違う？ハサミできんじゃない？白米があと一口のタイミングで海苔のサービスが来たので食べます。食べちまったよ。ゆっくり食べればよかったのね。美味しい？店員さんもすごい優しかったし、このお店本殿にあるんだけど、本殿の2階にあるから外の景色を眺められて、結構変な人とかもいっぱいいて、それを観察するのもすごい面白かったご飯食べ終わって道を歩いてたら、私の大好きな中国のタピオカチェーン店のチャパンダがあって、韓国にあるのってなって、日本にないのね。だからもうすぐ飲んだ。これ安いの？いやこの値段だよ。7キロだって。やば。芋。あんなに夜ご飯を食べたのに、まだまだ食べようということで韓国のラーメンを買おうとしています。辛ラーメンとかブルダックポック麺とか日本のコンビニに結構あるから、普通に食べれはするんだけど、やっぱ韓国旅行来たら夜中にラーメン食べたくなっちゃうのね。だからいつでも買えるんだけど買ったこれ本当に韓国の方に怒られるかもしれないんですけど、私辛ラーメン本当に大好きなの。だけどちょっと辛すぎて、私には。だから牛乳とこのチーズを大量に入れた結果、もう辛ラーメンの見た目ではなくなっててこれは何の食べ物だっていう感じになってます。チーズ避けるチーズで代用しちまったからさ、代償が大きい。ちゃんとするよ。ピリピリするわ。いい感じにマイルドになってる。韓国の方がラーメンを食べるときにラーメンの蓋の部分をお皿にして食べてるのを見たの。日本でこれやってる人見たことなくてびっくりしたの。だからちょっと真似してみた。なんでこんなことできるの？好きじゃないの。辛い？こんなに牛乳入れてるのにピリピリする。ちょっと待って、はい、それしてきますね。
帰りのフライトの時間になってしまいました。この日は午前中に帰らないといけなかったから朝早くから空港に行って朝ごはん食べた。この牛骨のスープを初めて食べたんだけど、麺が入ってるの知らなかったのね。でもすごい美味しかった。こんな感じで今回の私の韓国 Vlog は以上となります。みんな楽しんでくれたかな？古着屋さんにたくさん行けたし、自分の看板も見れたし、お肉も食べれたし、結構急に決まったんですけど、すごい楽しかったです。いつも私の韓国旅行って急に決まるんだけど、すごい楽しい毎回。最後に帰ろうと思ったら謎の式典が始まって、これ初めて見たんだけど、衣装がすごい素敵でした。最後まで見てくれてありがとう。また次の動画で会おうね。まだまだベトナムと香港と韓国 Vlog 残っておりますので、頑張って編集して出したいと思います。ご飯食べて暖かくしてください。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバーイ。